作型大型機動兵器 TRX-007 デルフィニウム。デルフィニウムは宇宙世紀0089パプテマス・シロッコが残した遺産の数々をめぐる動乱に実戦投入された機体であり、その外観は宇宙世紀0083に勃発したベラーズ紛争に投入され、戦後処理によって存在が抹消されたある機体に酷似している。その機体とは地球連邦軍のガンダム開発計画、通称 GP 計画で誕生した拠点防衛用試作型モビルスーツガンダム試作3号機デンドロビウムである。デルフィニウムはこのデンドロビウムをお手本に設計開発されており、機体名であるデルフィニウムとは花言葉で生命、好奇、幸福を振りまくを意味している。ガンダム試作3号機デンドロビウムについて、ガンダム試作3号機ステイメント大型機動ユニットアームドベースオーキスをドッキングさせた拠点防衛特化型の戦術機動兵器に分類されるデンドロビウムは、フォン・ブラウンのリバモア工場でロールアウトされた後にアナハイムエレクトロニクス社のドッグ艦ラビアンローズで性能テストが行われた。 GP 計画のコンセプトである最強のモビルスーツを開発するという名目を具現化したまさに最強とも言える性能を誇っており、 GP シリーズがグリプス戦役時代のモビルスーツ群をはるかに凌駕する大パーツ級のカタログスペックと評価される最大の理由がこのデンドロビウムの存在といえる。本機が参考とした機体は RX78 にガンダムと G ファイターがドッキングした G アーマーだと言われており、支援ユニットによってモビルスーツにモビルアーマー並みの火力と機動力を持たせ、短期で戦況を覆せるほどの圧倒的な戦闘力を付与させるというコンセプトで開発されている。オーキスの機体構造は上部に位置する左右のウェポンコンテナに加えて、後部には6機もの大型メインスラスター、下部には展開式の大型クロアーム、前部2側面にはメガビーム砲、前部左側面にはアイフィールドジェネレーターがむき出しの状態でマウントされており、その全長は優に140メートルにまで達する。劇中ではベラーズ紛争末期に実戦に投入され、アナベルガ島の乗る AMX-002ノイエジールと激闘を繰り広げている。デルフィニウムの誕生。ベラーズ紛争終結以降、 GP 計画に関連するあらゆる書面、データ、研究結果、技術、それらに付随する機体など痕跡を残すものは全て破棄封印されたと思われていたのだが、ある機関がこのデータを外部に漏らしたことで、デルフィニウムは試作実験機として誕生することになる。この GP 計画を外部に漏らした機関とは地球連邦軍の特務機関嵐と呼ばれる組織であった。ジオン公国軍残党狩りのためアステロイドベルトへの遠征を目的としたこの組織は、宇宙世紀0085頃にスペースノイドに傾きつつあるアナハイムエレクトロニクス社を排除するという思想を持つ地球至上主義者が中心となって組織した機関であり、封印されていた GP 計画の開発データを流用。デルフィニウムのプロトタイプにあたる機体の設計開発を開始する。しかしデンドロビウムなどのお手本があったにもかかわらず、アナハイムエレクトロニクス社の技術力を再現することができず、機動性、航続距離、運動性、パイロットへの負担など全てにおいて問題を残したまま、宇宙世紀0087ハマーン・カーン率いるアクシズが地球圏へと襲来したため、本来の目的であるジオン公国軍残党狩りというアステロイドベルトへの遠征計画は意義を失い、不採算事業でしかない本計画は頓挫。ところが死亡したパプテマス・シロッコの復活を企てる組織クランが特務機関嵐の拠点を接収した際、眠っていたデルフィニウムを奪い、ムーバブルフレームやマグネットコーティング、可変機構の採用など現在に存在する新技術を導入したことで、万人の槍デルフィニウムとして完成を遂げる。このデルフィニウムはあくまで試作機であるため、完成制御を行う中枢のモビルスーツはガンダムタイプとジムタイプを混合させたジャンク機をそのまま採用しているが、パイロットの生存率を高めるためフルアーマー化が施されており、アームドベースとなる外部ユニットは現存の新技術の数々が採用されている。それによってデンドロビウムでは不可能であった可変機構を獲得。モビルアーマー形態とモビルスーツ形態の両立を可能にし、メガビーム砲は2連装に変更されている。この2連装メガビーム砲は大型ビームサーベルとしての機能も有しており、2連装型大型ビームサーベルの威力はシロッコが残した巨大拠点兵器オルフェウスを切り裂く破壊力を誇った。さらに爆発的な機動性からアンバックを利用した制動によって急停止急旋回も可能にするなど、
圧倒的な火力と水力の両立を実現している。また左腕部にはデンドロビウムを彷彿とさせる大型のアイフィールドジェネレーターを搭載。対ビーム核弾幕ミサイルも搭載しているため、ビーム兵器に対して高い防御力も兼ね備えるとともに、コアモビルスーツとなるフルアーマーガンダムタイプにも東部バルカン砲や片部ミサイルランチャー、右側頭部にはグレネード3発、左側頭部にはグレネード1発を搭載している。対峙したシロッコ曰く、時代の水準に達せず見放された廃棄物、時代遅れの象徴と揶揄されたが、現存する新技術を導入したことで0089時代のモビルスーツ軍をはるかに上回る性能を獲得していた。しかしこれほどの高性能化を実現させた背景には、パイロットの負担を無視することで完成を迎えたという経緯があり、無改造の人体では耐えられない諸刃の剣という側面も持つ機体となっている。このパイロット殺しともいえるデルフィニウムを乗りこなしたパイロットがセイン・アマディオであった。エースパイロットセイン・アマディオ。デルフィニウムのパイロットにはエウーゴ所属のエースパイロットセイン・アマディオ隊員が務めた。アーナマ階級強襲用宇宙巡洋艦ユーロン所属のセインは、初登場時はハウンド隊の隊長として MSZ008VZ2V 型に登場。その経歴はエースパイロットと呼ぶに恥じないほどのもので、一年戦争時に宇宙戦闘機からモビルスーツのパイロットに転向後、ソロモン攻略戦やアバオア空攻略戦を戦い抜き、グリプス戦役時にはエウーゴ側として参戦。ネモ隊としてメールシュトローム作戦の成功に貢献し、グリプス2攻防戦ではコロニーレーザーの照射にさらされながらも悪運の強さで生存。第一次ネオジオン構想では対ネオジオン作戦に積極的に参戦し、構想終結後の暫敵総統戦ではダブルゼータ系列の2人乗り用試験型プロトタイプモビルスーツヘッジホッグに登場し、ビグロマイヤーを含む数機を撃墜するという活躍を見せている。前述の通り、ユーロン所属のハウンド隊に配属後は、シロッコが残した遺産をめぐる動乱に Z2V 型のパイロットとして参戦し、高いパイロット技術と持ち前の度胸、悪運の強さで数々の戦いをくぐり抜けていく。そのパイロットセンスは非常に高く、シロッコやハマーンのようなニュータイプが相手でも互角の戦いを見せるとともに、無謀な任務でもこなしてしまう強靭な肉体と精神力の強さを併せ持っている。シロッコからはオールドタイプと呼ばれながらも、そのパイロット能力と直線的な感性を高く評価されており、好感が持てる、君を殺したくないとまで言わしめている。ある出来事をきっかけに AGX011 オーベロンのパイロットになったマシロオークスとは、時には先輩パイロットとして、時には友人として接するなど兄貴分的な面も持ち合わせている。マシロがシロッコと化し、ユーロンを離脱した際には追撃作戦に参加し、元のマシロに戻るよう説得を試みるも、シロッコの驚異的な力とメッサーラとドッキングを果たしたオーベロン・メッサーラ・グラッシュテイン第3形態の性能の前に撃墜されてしまう。しかし脱出ポッドで一命を取り留めて漂流していたところ、ネオジオンに発見され、持ち前の悪運の強さで命からがら生存。その後オーベロンとシロッコを止めるためにクランからネオジオンに譲渡されたデルフィニウムのパイロットに重傷を負いながらも名乗りを上げ、最終決戦へと赴くことになる。こうしてセインというエウーゴ屈指のエースパイロットを迎えたデルフィニウムは、その戦闘能力によって巨大拠点兵器オルフェウスの外核を破壊し、シロッコのノルオーベロンと激闘を繰り広げ、一時的に抑え込むほどの活躍を発揮。最後はコアユニットを残して大破してしまうが、シロッコの残した遺産をめぐる動乱を戦い抜き、セインも生存を果たしている。以上、デルフィニウムの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。